どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。先日ルームツアーの動画を公開してたくさんの方にねご覧いただいたんですけども、その中で僕がインテリアに取り入れてるアイテムについていろいろお問い合わせをいただきました。中には1000円台とかで購入できるけど取り入れることでインテリアを一気に格上げできるコスパ高いアイテムなんかもあったので、今日はそういったお金をかけずに低予算でインテリアを格上げするアイテムっていうのをね紹介してみようと思います。ちょっとしたアイテムを取り入れることで部屋をホテルライクにしたり生活感を隠せて雰囲気良くしたりすることができるので、参考にしていただける動画になったらなと思います。ではね、早速そんなインテリアを格上げするアイテムを紹介していきましょう。まずはこちらです。 LED テープライトです。こちらは壁際の家具の裏面にこのテープ状の LED ライトを両面テープで貼ることで壁に光が反射して壁がねぼんやりと光ってホテルライクな演出ができるというものです。僕はレプロというところのを使っていて、これだったらね2000円台で購入することができます。最初はこういう風に巻かれた状態になっていて、これ長さが5メートルぐらいありまして、で貼り付ける家具の幅に合わせてハサミで切って使えるので、うちではこれをテレビ裏にこういう風に使ってみたり、あとはコーヒーラックの裏なんかでも使っています。こんな感じでテープライトをつけるのとつけないのではねかなり雰囲気変わるので、こういう風にね見栄えが一気に良くなります。ハサミで切って長さ調整ができるので結構フレキシブルにいろんなところで使えるんですけど、これね切ると切ったところまでしか使えないので、例えば2本に分けて使うとかねできません。それだけねご注意ください。で壁にねぴったりつけちゃうと当然ね光が反射する範囲が狭くなってしまうので、壁からね家具を少し離してあげるとこういう風にね光を大きくすることができます。あとは明るさはねダイヤルで調整することもできるので、これで光の強さを調整して見栄えをねより良くすることができます。こんな感じでこの LED テープライトがついているのとついていないのとではね結構印象が変わりますので、こちらもね2000円台で部屋の雰囲気を変えることができるのでおすすめです。はい、インテリアを低予算で格上げするアイテム1つ目はこちらの LED テープライトでした。紹介するアイテムは全て概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はねそちらからチェックしてみてください。はい、続いてはこちらです。スイッチプレートです。こういったスイッチのプラスチックカバーの代わりに取り付けられる真鍮っぽいプレートです。これもね800円もしないです。で、大体賃貸の物件に備え付けられているカバーはねこういったねプラスチックのカバー、こういったものがね多いと思うんですよね。気にしなければ全然これでもいいんですけども、これがねこういった質感のものに変わるとね一気にやっぱりインテリアはね格上げされるし雰囲気が良くなると思います。一応気をつけるところとしては、こちらがね1つスイッチですけど、こっちがね2つのスイッチなので、当然ねこれ入れ替えちゃうとボタンを押せなくなっちゃうのでスイッチが押せなくなってしまうので、元からね備え付けられているスイッチが1つの場合は必ずね取り替える方もスイッチがね1つのものを選びましょう。こんな感じでスイッチが2つのものだったり1つのものだったり、あとね色もこれは真鍮みたいな金色ですけど、他にもねシルバーとかアンティークブラックとかねいろいろあるので、雰囲気に合わせてね選べるっていうのもねいいですよね。これね案外取り付けも簡単で、うちのね部屋にあったタイプのものだったりすると、ここがねこうパカッとこう外すことができたので、ここにね上下にネジがついていて、これがね壁にもともとついていたんですけど、でこういう風に蓋を外してこのネジを取り外せばスイッチがねむき出しになるので、そこにねこのプレートをはめ込んでネジ止めするともうこれだけなんですよね。あ、そうだ、あとねもちろんこう電気周り扱う作業になるので、取り替えるときはね必ずスイッチをね切った状態で、できればねブレーカーとかも落とした状態で取り替え作業をねした方がいいと思います。そのあたりね気をつけてください。こんな感じで簡単に取り外して取り付けることで生活感をなくして高級感のあるスイッチにすることができます。ぜひねこちらも試してみてください。はい、そういったわけで低予算でインテリアを格上げするアイテム2つ目はこちらのスイッチプレートでした。続いてはこちら、壁紙タイプの配線カバーです。この前のルームツアーでも紹介したんですけど、うちはねケーブル類は床に這わせないようにしていて、なるべくねケーブルオーガナイザーとかテレビの裏とかにまとめたりしてるんですけども、どうしてもねコンセントから延長コードとかを引かなきゃいけないので、これがねブランブランしてるとね結構目立つんですよね。そんな延長コードを隠しているのがこちらのモールと言われる配線カバーです。こういったものですね。これを壁に貼ってコードを挟んで隠すことでケーブルを完全に隠すことができます。これもこの長さのものがね2本セットで800円ぐらいで買いました。これね使ってる方も多いと思うのでちょっと改めてという感じにはなっちゃいますけど、使い方としてはねこれがこういう風に
2つに分かれるようになってるので、この中にコードを挟んで蓋をすると、そういった形ですね。こういった配線カバーは昔からあるし、100均とかにもね売ってたりするので、知ってる方も使ってる方もね多いかとは思うんですけど、今回ね改めて紹介しようと思ったのは、このね配線カバー壁紙のタイプがあるというところですね。でこれはねこう石膏みたいな感じのねちょっとボコボコしたエンボス加工がされてるものなんですけども、でこの模様もいろいろあって、うちでね今メインで使ってるのはいわゆる賃貸の壁、こうちょっと網目になったようなボコボコ、ああいった一般的な賃貸にありがちなエンボスの壁紙と同じような質感のものなので、こう真っ白でツルツルとしたプラスチックのモールよりもね壁にね馴染むんですよね。せっかくねこうケーブルを隠して目立たないようにするのであれば、こういったね壁紙模様のモールを選ぶといいと思います。僕はエルパというところの壁紙モールを使っています。こういったね壁紙タイプの配線カバー、こちらもねおすすめです。でこれね貼り方としてはこう両面テープで貼るんですけど、ここは両面テープになってるのでこれをねペタッと貼るんですけども、どうしても賃貸の壁に両面テープを直に貼るっていうのは抵抗がある。実際に退去時とかにこれ剥がしたら壁紙もね破れてしまうと思いますので、そういう風にね壁紙が破けないようにするために貼る両面テープとしてはこういうのもあるので、こちらもおすすめです。これは両面テープ剥がせるってはっきり書いてますけど、壁紙をですね剥がせる両面テープというものです。見た目は普通のね両面テープなんですけども、これマニュアルがね一応ここに書いてますけど、こんな感じで剥がした後に水でね湿らしたティッシュとかでそれを拭き取って糊を溶かして拭き取るみたいな感じですね。こういったね普通の両面テープとちょっと違った両面テープなので、こういうのを使えば賃貸の壁にね貼り付けても退去時にね壁紙を破ることなく剥がせると思いますので、こういったものもねおすすめです。こういうのもね活用していくといいと思います。剥がせる両面テープ、こちらもね概要欄にリンク貼っておきます。はい、続いてインテリア雑貨だとあとこういったものもありますね。ウッドコースターです。これはねインテリア雑貨のセレクトショップのシボネで購入したんですけど、これね2000円弱で購入することができました。うちではお香立てとあとこのねこたつにそっくりなフィギュアを置いているんですけども、これ例えば指輪とかピアスとか小さなアクセサリーをお持ちの方は楽にねそのままポンと置くんじゃなくて、こういったコースターの上に置くだけでお店のディスプレイみたく雰囲気よくね置いておくことができます。うちにはねこういったベージュのタイプと、あとこういう風にねちょっと炭みたいな真っ黒なタイプ、こういったねウッドコースター2枚持ってます。こういった木製のコースターを1枚挟むだけのちょっとしたテクニックなんですけど、アクセサリーを置いたり小物とかね雑貨を置いた時に見栄えが非常に良くなるので、こういったコースターを置くっていうのもおすすめです。似たようなアイデアとして、僕は毎日コーヒーをハンドドリップしているぐらいにコーヒーがね大好きなんですけども、コーヒードリッパーもねこんな感じでいろいろコレクションをしているんですが、これらの下にも全部ねコースターを敷いています。以前このコーヒーコーナーを紹介した時にも、このコースターどこのですかって結構ねたくさんお問い合わせをいただきましたが、実はこれ全部 IKEA のコースターで2枚で300円ぐらいで買えちゃうので、僕はねこれまとめ買いしてこういう風に下に敷きました。コーヒーを落とすという同じ目的のコーヒードリッパーのそれぞれの下にこのコースターを敷くことでね、ちょっとしたアイデアですけども、これでもねインテリアがちょっと格上げできるので、こういったテクニックもおすすめです。続いてインテリアを低予算で格上げできるアイテムはこれですね。ティッシュケースです。ティッシュケースはね取り入れてる方も多いかと思いますが、こういう風にねティッシュをそのままね置いてしまった瞬間に生活感はダダ漏れになりますので、安くてもいいのでこういったねケースに入れてちょっとね見栄え良くしてみましょう。これは大人気の山崎実業のタワーシリーズのプラスチックのケースですけども、なんでね結構材質的には軽い感じなんですけど、こうねソフトカバーの薄いねティッシュを入れられるケースで、これはね1500円ぐらいで購入することができます。しかもこれはね裏にネジ止めもできたりするので、壁にネジ止めしたりとか、僕はこれをね PC のデスクの裏にね天板にこう裏側から固定することによって下からねティッシュがこういう風に取り出せるようにしています。山崎実業タワーシリーズっぽいねこうマットブラックのティッシュケース、こういったものを取り入れるだけでもねインテリアは格上げされると思います。あとこれはねプラスチックで1500円ぐらいなんですけども、他のタイプとしてはこちら、これね3000円ぐらいしますけども、スチール製で粉体塗装されているので、ほんとねホテルのティッシュケースみたくね重厚感があってより一層ね上品になります。こちらもねおすすめです。こう山崎実業のタワーシリーズは生活感を隠してくれるアイテムがねほんといろいろありますよね。前に山崎実業タワーシリーズを24点まとめて
紹介した動画なんていうのもね出してるので、よかったらねそちらも参考にしてみてください。この辺にリンクを貼っておきます。あとね概要欄にもリンク貼っておきますので、よろしければご覧ください。あとインテリアを格上げしてくれるのはね、やっぱりね緑が入ってくるとインテリア格上げされますね。うちにも観葉植物が合計100株以上は多分あると思うんですけど、いわゆるね普通の観葉植物と、あとねこういったビザールプランツと言われるねアガベだったりビカクシダだったり、こうパキプスってものがあってね、後ろにもグラキリスとかあるんですけど、こういったねマダガスカル系とかのこう変わった植物も含めて100株以上なんですけど、皆さん普通に取り入れるのであれば、いわゆる観葉植物と言われるものが取り入れやすいと思うんですよね。こういったね緑があることでかなりね部屋の雰囲気も良くなります。ただ植物も生き物なので、うまく育てられるか不安からしちゃうんじゃないかなという方もいらっしゃると思うので、そんな方にはフェイクグリーンをおすすめします。はい、こちらね見ていただきたいんですけど、実はこの中にフェイクグリーンがあるんですけど、どれがフェイクグリーンか分かりますか？はい、こちらがフェイクグリーンでした。これはニトリのフェイクグリーンなんですけども、本物の植物みたいですよね。こんな感じでニトリのフェイクグリーンね、クオリティめちゃめちゃ高いんですよね。しかもね、お値段も安くて、ほんとね、お値段以上といった感じです。こういう風に部屋に植物というか、有機的な緑色が入ることで、インテリアをね、格上げすることができるので、こういったものもね、取り入れてみるといいと思います。こんな感じでお金をかけなくても部屋のインテリアを格上げして雰囲気よくできるアイテムやアイデアってね、結構いろいろありますので、今日の動画がね、皆さんの部屋作りの参考になったら嬉しいです。はい、そういったわけで今日は低予算で取り入れられるインテリア格上げアイテムを紹介してみました。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。このチャンネルではこういったインテリア関連の動画もいろいろ出してますので、よろしければね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ちょっとね、こたつの服も若干格上げしてみたんですよね。ちょっとドレッシーですよね。寝てばっかだけど。